のささやきの朗読や山奥の林道で50代男性が倒れて動けないという通報が入った。場所は車両が入れず、標高もそこそこある斜面。俺たち救助隊は担架を準備し、歩いて現場へ向かった。湿った土と落ち葉の匂いが強く、木々の間を抜ける風の音がよく響く。男性は木の根元にもたれる形で倒れていた。意識は朦朧としていたが、脈も呼吸もある。外傷はなく、低血糖と疲労の可能性が高い。俺たちは声をかけながら担架に固定し、慎重に斜面を降り始めた。最初の10分ほどはいつも通りだった。担架は軽い。男性の体格は細身で、俺ともう一人の2名で十分運べる重さだった。だが途中の平坦な場所に差し掛かった頃、違和感が生まれた。担架がじわりと沈むように重くなったんだ。まるで誰かが上からそっと体を乗せてきたかのように。なあ、急に重くないか？相棒が小声で言った。俺も同じことを感じていた。バランスを取り直しながら一歩踏み出すと、重さはさらに増した。今度は沈むような感覚ではなく、下へ引っ張られる重さ。男性の体勢が変わったのかと思い、固定具を確認した。だが、ズレは一切ない。むしろ、男性の体は微動だにしていない。歩くたび、担架は少しずつ重くなり続けた。湿った土の匂いが濃くなり、森の空気がどことなく冷たく変わる。そして担架の底を見た相棒がふっと息を飲んだ。今何か掴んだよな。担架の布が下から押されたようにわずかに膨らんでいた。まるで底面の向こうで誰かが手のひらを当てているように。その直後、木々の奥からひしゃげた呼吸音が聞こえてきた。風ではない。獣でもない。湿った喉を無理に鳴らすような低く細い音。担架はさらに重さを増し、とうとう二人では持てないほどになった。この斜面に他に誰もいるはずがない。しかし、重みは確かに増えている。担架の上に運んでいる男以外の何かが乗っている。そう思った瞬間、背筋に冷えが広がった。担架は下へ沈むような重みを増し続けていた。二人で持てないほどになったため、後方からもう一人加わったが、それでも重さは収まらない。持ち手に伝わる負荷がまるで誰かがへばりつくように増えていく感触だった。途中、
少し広い平坦地に出た。隊長の指示で一旦担架を下ろすことになった。しかし地面へ置いた瞬間、布がぐにゃりと沈んだ。まるで下に生き物が潜り込んだように、中心だけが重く押し込まれている。倒れている男性の体重配分では説明がつかない。俺は慎重に担架の底をめくった。そこに土がつくのはわかる。しかし土のつき方が異様だった。手形だった。泥が5本の指の形をはっきりと残していた。しかも一つではなく、少なくとも3つ。いや、もっとあった。すべて担架の下側からつけられている。誰かが下から抱え込むように掴んだ形だ。相棒が震える声で言った。さっきの呼吸音、あれ、俺らの横じゃなくてさ、担架のすぐ近くじゃないか。思い返せば、音は確かに足元から響いていた。森の奥でも風でもない。すぐそば、地面の下、担架の真下から。その時、倒れている男性の腕がゆっくりと持ち上がった。意識のない人間がそんな動きをするはずがない。筋肉の反射や痙攣の動きではなかった。何かに引っ張られたように不自然に伸びたんだ。男性の腕は宙を刺し、その指先が林道の奥の暗闇を指していた。俺たち全員が固まる。次の瞬間、担架の布がずるりと横に引かれた。誰かが布の下から掴み、横へ動かしたような挙動だった。だが、周囲には誰もいない。足跡もない。地面は乾いている。だが布にはまた新しい泥の手形が一つ増えていた。隊長が短く命じた。このまま運ぶぞ。止まるな。進もうとした瞬間だった。担架の重さが一気に4倍になった。持ち上げた手首が折れそうなほどの重さ。金属の塊でも乗せたかのような異常な圧力が担架全体にかかっていた。俺たちは悟った。担架の上には倒れた男性だけではなく、別の何かがしがみついてきている。担架の重さはもはや人一人の重量ではなかった。金属の塊を抱えているような圧力が腕から肩へと食い込む。呼吸をするたびに背中に冷たい汗がにじんだ。斜面を降り始めた時だった。担架の布がゆっくりと沈み始めた。沈むというより上に何かが乗った。俺たちが担いでいる見えない誰かの重さがはっきりと形になった。最初は小さく、次第に大きく、まるで人の背中がじわりと担架に張り付いてくるみたいに。
おい、今上に影なかったか？相棒が震える声で言った。俺も見た。斜面の下へ向けて差し込む夕方の光に、担架の上にだけ人の形にへこんだ影が乗っていた。倒れている男性の輪郭とは全く違う。細く、長く、手足が異様に伸びた影だった。その影が担架の上でゆっくりと動いた。手が伸びるような形で男性の胸あたりへ。その瞬間、男性の喉から声にならない息が漏れた。さっきまで意識がなかったはずなのに。俺たちは必死で担架を運び続けた。隊長が怒鳴るように言った。止まるな。ここを抜ければ車両が入れる。しかし次の瞬間、担架の端がぐいっと下へ引かれた。森の奥へと向かう方向に何かが強引に引きずろうとしている。三人がかりで抑えても止まらない。担架は斜面を逆さ向きに滑り、男性ごと引き込まれようとする。そこを覗くと泥まみれの手が5つ、6つ、7つ、担架の底から生えているように掴みついていた。俺たちは総出で引き戻した。手はひしゃげた関節の角度でこちらを向き、折れた指が布を食い込ませていた。隊長が叫んだ瞬間、その手はふっと消えた。まるで霧のように。だが担架の布にはくっきりと泥の手形だけが残っていた。救助車両の近くまで戻った頃、担架は元の重さに戻っていた。男性は安定し、意識も少し戻っていた。ただ、担架から降ろされる直前、男性の唇が小さく動いた。あれ、まだ乗ってる。俺たちが見た方向には誰もいない。しかし、担架の布には最後に一つだけ新しい手形が刻まれていた。乾いた泥がゆっくりと落ちていく。まるで降りたのではなく、次の誰かへと移る準備をしているように。夜勤の救急搬送が一段落した午前2時。俺は機材点検のついでに病院の地下へと向かった。遺体保管室に搬入した患者の書類整理が残っていたからだ。地下に降りる階段は古く、足音が響くたびに壁がわずかに震える。静寂が深く、空気が冷えすぎている。夜間は人がほとんど来ない。看護師でさえ避ける場所だ。鍵を開けて保管室に入ると、低温で冷やされた空気が肌にまとわりついた。棚には複数のストレッチャーが並び、白いシーツをかけられた
遺体が静かに眠っている。俺は一つの台へ歩き、その横のデスクに書類を置いた。今日搬送した高齢女性。死亡確認は2時間前。まだ処置の余熱が残っている気がする。書類を書き進めていたその時、コン、コンとゆっくりとしたノック音が部屋の奥から響いた。俺は思わず顔を上げた。扉は閉じている。この部屋にノックするやつなんてまずいない。俺は気のせいかと思い、またペンを動かした。コン、コン。今度ははっきりと聞こえた。間違いなく誰かが扉を叩いている。俺は深呼吸をし、扉へ近づいた。取っ手に触れた瞬間、ノックはピタリと止んだ。扉を開けると、廊下には誰もいない。自分の心臓の音だけが妙に大きい。扉を閉め、再びデスクへ戻る。すると、さっきまで静かだった部屋の空気が急に重くなった。後ろの棚でシーツがわずかに揺れた気がした。冷却装置の風だと思おうとしたが、風の流れは一定。なのに一枚だけゆっくりと形を変えていた。勘弁してくれよ。そうつぶやきながら横を通ったとき、そのシーツの下でコツッと何かが木に当たる乾いた音がした。思わず足が止まる。遺体の手が台に触れただけ。そう考えようとしたが違った。シーツの中央が内側から押されていたんだ。まるで拳でゆっくりと確かめるように。俺は後ずさりし、デスクへ戻って無線に手を伸ばした。その瞬間、コン、コン、コン。今度は部屋の扉ではない。俺の真後ろ、シーツの並ぶ棚から聞こえてきた。順番に、ゆっくりと。一台ずつ起こすような感覚で。棚から順になるノック音は一定のリズムを刻んでいた。コン、コン、コン。感覚はほとんど同じ。まるで俺が返事を待っているかのように。呼吸が浅くなり、無線を握る手が汗で滑る。だが、ここで呼び出せば、夜勤の看護師や当直医が来てしまう。この状況を説明できる自信はなかった。それでも、音は止まない。次のストレッチャー、さらに隣。順番に一体ずつ起きていくみたいに。やがて音が一つ止まり、部屋の中が不気味な沈黙に沈んだ。その瞬間だった。部屋の奥、最も古い冷却庫の扉がガタンと外に押されるように揺れたんだ。冷却庫の扉には
古い札が貼られている。9番。長年誰も使っていなかった区画だ。俺は無線を強く握りしめ、何か起きた時は必ず押すと自分に言い聞かせながらゆっくりと近づいた。冷却庫の前に立つと扉の向こうからかすかな音がした。ノックではない。何かが爪で冷却庫の内側を軽く叩いている。俺の背中を冷たい汗が伝う。呼吸音がやけに大きく響いたとき、突然無線がノイズを吐いた。工藤、助けて。寒いよ。誰かがはっきりと俺の名前を呼んだんだ。しかもさっき搬送した高齢女性の声だった。ありえない。確認は医師が行っている。俺が運んだ時にはすでに。だが声は続いた。ここにいる。冷却庫の扉に触れた瞬間、内側からコンと一度だけ帰ってきた。その力は弱い。けれど生きている人間の叩き方だった。俺は震える指で鍵を外し、ゆっくりと扉を開けた。白い霧のような冷気が一気に溢れ出す。視界が曇り、しばらく何も見えなかった。霧が晴れたとき、中には誰もいなかった。ただ、冷却庫の奥の壁に4本の爪で引っかいたような跡が走っていた。古いコンクリートが粉のように崩れ、その文字はこう読めた。誰かここから出して。読み上げた瞬間、背後の棚で一枚のシーツがスッと落ちた。床に広がったそれは、まるで誰かが抜け出した跡のように形を崩していた。俺は無線を握りしめて保管室を飛び出した。背後の扉が閉まる直前、もう一度だけ聞こえてきた。コン、コンと。俺はあれ以来、夜間の保管室へは二度と一人では降りていない。深夜1時過ぎ、人気のない商店街の裏で揉めている声がするという通報が入った。現場に着くと路地は薄暗く、古い住宅の壁が湿ったように黒く見えた。人影は一つだけ。電柱にもたれるかのように男がうつむいて立っていた。大丈夫ですかと声をかけると、男の肩が小さく揺れた。返事はない。ただ呼吸だけが不自然に荒い。酔っているのかと思い近づくと、服はどこも破れていないのに腕が泥だらけだった。
周囲に争った形跡はない。だが男は動かず、何かを見下ろすように足元を凝視している。こちらから覗いても何もない。地面はただ濡れているだけだった。俺は保護のため署へ連れて行くことにした。腕を支えると男の体温が異様に低い。季節の気温とは合わない冷たさだった。後部座席に乗せ、ドアを閉める音が夜の路地に響いた。ライトをつけて発進し、バックミラーを覗くと、男は前傾姿勢で長い髪が顔に垂れていた。前のめりのまま微動だにしない。その姿勢が妙に気になり、声をかけようとした瞬間だった。聞き取れないほど小さな音。喉の奥で押しつぶしたような空気だけが漏れるような声。だが確かに後部座席から響いた。どうしました?と問いかけても返事はない。たださっきより髪が大きく揺れている。肩もわずかに震えているように見えた。泣いているのか、それとも笑っているのか、判別がつかない気味の悪さがあった。交差点を曲がるとき、再びバックミラーに目を向けた。そこで異変に気づいた。後部座席の足元、暗がりの中でもう一対の足が男の足とは別に並んで見えた。二つの足が並んで見えた瞬間、全身の汗がブワッと吹き出した。後部座席に乗せた男は一人。なのにその足元には男の靴とは色も形も違う影がじっと同じ向きで揃っていた。信号待ちの赤が車内に差し込み、その影がわずかに揺れた。呼吸が止まる。目を凝らして見つめると、人の足のようでいて、関節の向きがどこかおかしい。膝の折れ方があまりにも逆だった。ミラー越しに目を離せずにいると、後部座席の男がゆっくりと頭を上げた。髪が顔から落ちていく。その動きがまるで糸を引かれたような人形のようにぎこちない。だが顔はミラーの角度では見えない。ただ肩の震え方がさっきより明らかに大きくなっていた。何かありましたか?と声をかけると、返事の代わりに音がした。ガサ、ガサガサと後部座席のシートが擦れるような音。だがさっきの男の動きとは明らかに違う。もっと低い位置。床に近いところから響いていた。思わずバックミラーを少し傾ける。視界の端に黒い腕のような影が見えた。
男の影ではない。袖もなく、輪郭だけが薄く揺れている。まるで闇が人の形をなぞっているだけのような、そんな曖昧な影。その腕がゆっくりと男の肩に触れた。次の瞬間、男がブルッと震え、喉の奥から声を漏らした。やめろ、やめろ。最初の声とは違った。はっきりとした言葉だった。だが、後部座席には俺と男しかいない。なのに男は明らかに誰かに怯えていた。信号が青に変わり、車を発進させる。その瞬間、バックミラーに映る影の腕が男の背中に回り込み、ゆっくりと抱きつくように絡みついた。男が突然、無言で大きく口を開いた。悲鳴でも叫びでもない。声の出ない喘ぎの形だけ。そして次の交差点を曲がる手前、ミラーに映る座席を見たとき、俺は、はっと息を飲んだ。後部座席にあったはずの男の姿が影の奥へ沈み込むようにして半分消えた。後部座席の男が半分だけ沈んだ姿を見た瞬間、呼吸が勝手に止まった。シートの中央に落ち込むようにして上半身だけが揺れ、下半身は影の奥に吸い込まれている。まるで座席そのものが別の場所へとつながっているようだった。なあ、聞こえるか？声をかけても反応はない。ただ男の口だけが開いたまま音のない呼吸を繰り返していた。その顔の横で黒い腕がゆっくりと動く。形が曖昧なその影は男の背中を抱くたびに濃くなり、次第に体の輪郭まで帯び始めていた。誰かがそこにいる。だが光には映らない。パトカーは署まであと数百メートル。ここで止まれば何が起こるかわからない。アクセルを踏み込み、交差点を一気に抜けた。その瞬間、バックミラーの奥で黒い影が男の顔を覆った。男の体が痙攣し、影が首の後ろへと滑るように回り込む。まるで中身を引きずり出すような動きだった。ミラーから視線をそらせないままパトカーを署の前で急停車した。ドアを開け後部座席へと回る。だがそこには誰もいなかった。シートには沈んだ跡だけが残り、男が座っていたはずの位置に黒いシミのような影がかすかに揺れていた。触れた瞬間、影はスッと薄れ、アスファルトの闇に
溶けるように消えた。無線が背後で鳴った。さっきの保護対象、どうした？通報現場には男なんていなかったって、住民が。耳が熱くなった。息を整えようとしても、胸の奥に引っかかるような違和感がそのまま残っている。俺は署内に戻り、監視カメラの映像を確認した。だが、パトカーが発進した瞬間から、後部座席には誰も映っていなかった。座席の横で揺れていたはずの影も、落ち込むように沈んだ足も跡形すらない。映像にはただの空席が映っているだけだった。だが一つだけ奇妙な点があった。俺の運転する姿の後ろ、光の反射のない黒い何かがガラス越しにずっと俺の背中に寄り添っていた。まるであの路地から連れて帰ってしまったものが今も後部座席に座っているかのように。現場は小さなアパートの一室だった。通報内容は隣室から悲鳴が聞こえた。到着した時には静まり返っていて、住人の姿はどこにもなかった。部屋の中は荒らされた様子もなく、テーブルの上のコップも倒れていない。だが玄関の床だけが妙だった。くっきりと片方の手形が残っていた。指が長い。異様に長い。人間のバランスとは明らかに違う長さで、床材にべったりと押し付けられた跡が残っていた。鑑識班の先輩がしゃがみ込み、ライトで角度を変えながら観察した。手の形だけど、これは何だ？俺も横にしゃがんで覗き込む。男性の手としても女性の手としても奇妙すぎる。5本指なのは同じなんだが、第二関節の位置が不自然に奥まっている。まるで指を曲げる位置そのものが違う生き物みたいだった。先輩は慎重に手袋をはめ、手形の端にそっと触れた。すると床に触れた指先がわずかに震えた。暖かいな。誰かが触れたのはついさっきって感じだ。部屋には誰もいないし、他に出入り口もない。少なくとも俺たちが来た時にはこの部屋の空気は冷えていた。かすかな違和感を覚えながら室内を一通り確認して外へ出た。痕跡の詳細は翌朝まとめて再確認することになった。夜が明け、再び現場に入ると、先輩が真っ青な顔で立ち尽くしていた。おい、こっちに来て見てみろ。
指さされた玄関の床を覗いた瞬間、背中がスッと冷えた。昨夜に見た手形が違う形に変わっていた。指の長さも関節の位置も触れた面積すら一致しない。むしろ別人の手と言っていいほど全く別の形状になっていた。先輩の声が震える。俺、昨日ここに触れたよな。あの形、覚えてるよな。覚えている。そこにあったのは人間ではない形の手だ。だが今ある手形は昨日よりさらに人の形から離れていた。前日に見た手形と翌朝の手形はまるで別物だった。床材のくぼみ方すら違う。指は5本のままだが、今朝の手形は指の太さが均一ではなく2本だけ異様に膨らんでいた。まるで何かが中から膨れている途中の形。そんな印象だった。先輩が無言でカメラを回し続ける。表情がこわばっている。鑑識として何百件も現場を見てきた人間が声を失うほどの異様さだった。これは昨日のとは違いすぎる。経年で変形する類じゃない。俺もライトの角度を変えて観察する。そして気づいた。手形の中心だけがかすかに湿っている。外側は乾いているのに、中央だけは昨夜と同じ温度を残していた。先輩、これ。言いかけた時だった。コンと部屋の奥から何かが床を叩くような音がした。二人で目を合わせ、玄関を離れて室内へ入る。家具は昨夜のまま動いていない。倒れたものもない。だが空気が妙に重い。換気しているはずなのに湿気が抜けない。キッチンを抜け、奥の寝室のドアに手をかけた瞬間、先輩が小声で言った。おい、聞こえるか？耳を澄ます。コン、コン、と一定の間隔で続く乾いた音。だが、それは物音というより、指で床を叩く音に近かった。寝室のドアを開ける。室内には誰もいない。ただ床の一角だけ影が濃い。そこにライトを向けた瞬間、喉が詰まった。床に新しい手形があった。それはさっき玄関で見たものよりさらに崩れ、指の数が6本に増えていた。増えてる。先輩の声はかすれていた。さらに不可解なのは、その6本指の手形が奥の壁に向かって移動をしているように配置されていることだった。
連続した手形が這うような軌跡で点々と残り、壁際の暗がりで途切れている。呼吸が細くなる。この部屋には誰もいないはずだ。だが痕跡だけが増えている。先輩が壁の前でしゃがみ込んだ瞬間、俺の首筋に風が当たった。その部屋には風の通る場所なんてどこにもないのに。背中を這うような気配とともに壁際の暗がりがゆっくりと揺れた。まるでそこに何かが立ち上がろうとしているように。壁際の暗がりが立ち上がるように揺れた瞬間、全身の毛が逆立った。そこには影しかないはずなのに、黒い輪郭がゆっくりと伸び、人の肩の位置ほどの高さまで形を持ち上げていく。先輩が息をのみ、そっと後ずさる。俺もライトを向けたが、光が当たっているのに影は消えない。むしろ濃く深く床に縫い付けられたように揺れていた。次の瞬間だった。パタン。床に新しい手形が落ちた。何もない空間からまるで透明な存在が手をついたように淡い跡がじわりと浮かぶ。指は7本。昨夜よりも今朝よりもさらに人の形から離れていた。その手形がゆっくりと俺たちの方へと近づいてくる。一つまた一つと増え、床を這うように連なりながら。先輩の声が震えた。動いてる。手形が今ついてる。逃げなければと思った瞬間、壁際の黒い影がふっと形を変えた。倒れたような細長い影が人の膝ほどの高さにしぼみ、次に獅子のような形に伸びた。それは生き物の動きとは言えなかった。関節の向きがそもそも違う。腕と足の区別が曖昧で、影だけが地面に張り付いて滑るように動く。先輩が叫んだ。引け。暗がりの影がこちらへ向かう。その瞬間、足元の床が沈んだ。影の中心が波打ち、7本指の手形が俺の靴の甲を掴むように広がった。冷たい。だが触れている感触がある。空気でも錯覚でもない。何かが確実にそこにいた。踏み抜くように足を引き剥がし、先輩と無我夢中で部屋を飛び出した。階段を駆け下り、外の空気を吸った瞬間、背中の凍りつくような重さが抜けた。振り返ると、アパートの扉の隙間から薄い影がスッと引っ込むのが見えた。そして翌日、鑑識の報告書に
例の手形の写真が整理されていた。昨夜5本、6本、7本と変わった手形の比較が並んでいるはずだった。だがそこにあった写真はどれも同じ。どれも完全な人間の手形として写っていた。形も関節も指の数すら全部正常な5本指になっていたんだ。先輩が報告書を握りしめてこう言った。俺たちが見たあれが本物で、写真の中が偽物なのか、あるいは逆か。どちらが本当かなんてもうわからない。ただ一つ確かなのは、あの日俺たちが逃げ出すとき、背中にまとわりついていた冷たい重さが今も時々不意に肩に乗ることがある。まるであの影がまだ形を探し続けているかのように。行方不明者の捜索依頼が入ったのは、梅雨が明けきらない7月の終わりだった。消えたのは登山客の親子2人。最後に確認された位置情報は、標高800メートルほどの山腹。だが、地図上の登山道からは外れており、GPS の座標には道と呼べるものは存在しなかった。俺は県警の捜索班として隊員5名と共に現場に入った。湿った風が肌に張り付く。山道には誰のものとも知れない古い足跡が続いていた。崩れた祠のような石積みの横を通り抜けると、土の匂いが急に濃くなった。何かが腐っているような、濡れた布のような、どこか甘い臭気が鼻に残る。やがて見たことのない案内板が現れた。この先、〇〇村入り口。地図には載っていない名前だった。表面は苔で覆われ、板の下には平成10年撤去と小さく刻まれていた。撤去されたはずの集落になぜ新しい足跡が向かっているのか。数分後、木々の切れ間から瓦屋根が見えた。民家が数軒斜面に張り付くように並んでいる。煙突から細い煙が立ち上り、夕方の光が瓦に赤く反射していた。だが人の気配がまるでない。犬も鳥も音を立てない。無線を入れる。本部、こちら捜索一班。集落を確認。人影なし。返答はノイズに飲まれた。不思議なことに GPS の表示が突然
無信号に変わる。電波が遮断されている。誰かが意図的にという考えがよぎった。同行していた巡査が一つの家の戸口を指した。引き戸の隙間からまだ暖かそうな湯気が漏れている。中を覗くといろりに火が残っていた。茶碗が2つ並んでいる。まるで誰かがついさっきまでここにいたようだった。俺は隊員に指示をした。写真を撮れ。そして記録を残しておけ。その時、民家の裏手からかすかな足音がした。全員が振り返る。だが、そこにあったのは風で揺れる白い布だけ。縁側に吊るされた子供の服のようだった。日が沈み切る前に集落の全域を確認しようとした。だが、母屋の数を数えても合わない。遠くに見えた瓦屋根は6軒のはずだった。しかし、実際に歩いてみると7軒ある。しかも、どの家の間にもほんの数歩分の隙間しかないのに、進むたびに景色が微妙に変わる。背後を振り返ると、来たはずの道が消えていた。俺は無線のスイッチを入れた。本部、聞こえるか？ GPS が途切れた。集落内を確認中。応答なし。ノイズの奥で誰かが戻れ。と言った気がした。隊員の一人が撮影した写真を見せてきた。班長、変なんです。家がさっきと違うんですよ。確かに画面に映る母屋の位置が数分前と微妙に入れ替わっている。1枚目では右奥にあった蔵が2枚目では左手にある。どちらも間違いなく撮影日時は夕方。まるで村そのものが息をしているようだった。やがて中央の広場に出た。石造りの井戸があり、その周囲に丸く並ぶように家が建っている。井戸の中を覗くと、水面が異様に澄んでいた。覗き込むと顔が映る。自分のはずなのに動きが一瞬だけ遅れる。まぶたを閉じても井戸の中の俺は瞬きをしなかった。鳥肌が立った。振り向くと誰もいない。さっきまで横にいた巡査の姿が消えていた。呼んでも返事がない。草むらの奥に足跡が続いていた。土にめり込むような深い跡。その形が妙に細い。成人男性の靴跡ではない。裸足の子供のような。いや、それよりも
指が多い。視界の端で何かが動いた。わらぶき屋根の影から白い顔が覗いている。距離にして10メートルほど。顔だけがこちらを向いている。首が異様に長く、体は壁の裏に隠れて見えない。目が細く笑い、唇だけが黒ずんでいる。息を飲んだ瞬間、顔がゆっくりと壁の中へ沈んだ。まるで水の中に吸い込まれるように。その直後、村のどこかで太鼓のような音が響いた。と一定の間隔で。耳を澄ますと、風も虫も止まり、音だけが山に反射していた。俺は小声でつぶやいた。ここって本当に撤去された村なのか？太鼓の音は止まらなかった。感覚が狭まり、鼓膜を叩くような低い振動に変わっていく。音の出所を探ろうと耳を澄ませた瞬間、背後の母屋の戸がギーッと開いた。中から現れたのは、先ほどいなくなった巡査のように見えた。班長、ここにいました。そう言って歩み寄ってくる。だが近づくたびに靴の音がしない。顔が薄い膜のように揺らぎ、表情が張り付いた笑みに変わった。光の加減ではなかった。皮膚が浮いていた。顔全体が誰かの皮をかぶっているように。その下から湿った音とともに別の顔が覗いた。俺は後ずさりしながら拳銃に手を伸ばした。だがトリガーを引く前にそいつが首を傾けた。どうして撃つんです？一緒に帰るんじゃないんですか？声がさっきの巡査のものと重なり、少し遅れて響く。まるで録音を重ねたように二重になっていた。視界の端で他の家々の戸も次々と開く。同じ顔をした者たちがゆっくりと外に出てくる。全員笑っている。そして全員俺の顔をしていた。俺は逃げ出した。井戸を越え、坂道を駆け下りる。足元の泥が吸い付くように重く、何度も転んだ。それでも必死に走り抜け、ようやく木々の切れ間を抜けた。気づくと朝になっていた。隊員の姿はなく、俺一人だけだった。無線が急につながり、救助隊の声が入る。応答せよ、一班。今どこにいる？〇〇村にいた。全員、村に。
そう言いかけたとき、通信が途切れた。救助隊に保護された後、俺は地図を確認した。そこには集落なんて存在しない。航空写真を見てもただの森だ。それなのに報告書の片隅に残っていた。現場で撮影したはずの写真が一枚だけ。そこに写っていたのは俺の背中とその肩越しに覗くもう一人の俺だった。翌日、解析班がその画像を調べた。結果はこうだった。被写体の二人、どちらも同一人物。撮影者、本人。そして3日後、保管されていたその写真が突然消えた。ログを追うと削除をしたのは一班班長。つまり俺自身だ。なのに俺はその操作をした記憶がない。報告書を閉じると机の上に泥が落ちた。手を見ると爪の間に黒い土が詰まっている。乾いていない。湿った山の土の匂いがした。その夜、寝室の壁から太鼓の音がした。あの村と同じ一定の感覚で。そして耳元で誰かが囁いた。次はこっちの地図に来い。